お疲れ様でした。お疲れ様。ありがとうございました。長丁場、なかなか過酷ですよね。まあまあまあ、なかなか過酷ですね。過酷ですね。なかなか審査は、は僕らは150人、154か今日見てるけど、彼らにとったら1本がね、僕らに関係なくね、1本は1本だから、僕らはね、真剣にやってあげなきゃいけないし、そうですよね。僕らはね、154人を、ね、やるから大変だっていうのもあるけど、彼らにとったらその1本が、ね、大事な1本だから、本当に見落としもできないし、だからまあ、ね、大事にしなきゃいけないし、彼らのその1本ね、本当に大変なところはあるけど、まあ、それにね、僕らもそうだけど、答えてあげなきゃいけないのもそうだし、でそれでね、こう、変なジャッジしたら、イベント自体もね、なんだこのイベントになっちゃうから、だからやっぱりこう、ジャッジというものは、やっぱりイベントの一つの顔だから、まあ、僕らも一本一本。毎回初めての人に会う気持ちで、初めてやる審査をする気持ちでやらなきゃ失礼に当たっちゃうから、まあ、その辺がすごく逆に言うと神経使う、だから疲れるというか、なるほど、すごい疲れる。ちょっと教えてほしいんですけども、実写の審査の時とラジコンの審査の時っていうのはもちろん違いはあると思うんですけれども、どんな感じなのかな。ラジコンで実写ってまず大きさが全く違うから、実写の方がやっぱりどちらかというとやっぱりこう楽というか、なんていうのかな、ラジコンで言ったらスタイリングがちょこっと動いたって実写はもっと多く見えるけど、ラジコンでそれもね動いてることが、やっぱり僕ら審査がそれをちゃんと見なきゃいけないし、でそれが例えば本人が動かしてるのか、よく段差とかで動いちゃうじゃないですか、ラジコンって。だからその辺も、まあ今日もそうなんですけど、5ゾーンの入り口とかでボコっていう段差が跳ねますよね。あそこがやっぱりこう段差になるとこうハンドルが動くんですよね。でそれを限定にしちゃうと、彼らは意思でやってるのでラジコンが動くわけですよ。で実写の場合って実際自分がやってるから、それはミスだよっていうふうに言うけど、ラジコンってそうじゃないから。だからそこもちょっと加味した上で見とかないと、いやハンドルが戻ったって言ったって彼らはねラジコンが勝手に動いてるわけだから、やっぱりその辺はちょっと気使うというか、まあ実写の方が分かりやすいし、実写の場合は本人が動かしてるから、ね、ミスしたなって分かるけど、ラジコンはそうじゃないから、そういう意味でちょっとこうね違うルールじゃないけど、違う見方があるからちょっと難しいし、やっぱちっちゃいし、だから気も使えば目も使うし、目バキバキになっちゃうじゃないですか。そうだから結構その辺がすごく、まあイベント終わると僕らは本当に深田君とも言ったけど、やっぱり視力がこうなんかもう見えないよみたいな、まあその辺がすごくこうちょっとね大変なところあるから、まあいろいろな意味でね、まあ彼らをねこの一本にかけて1年間やってきてるわけだから、そのねこの一本を僕らがね簡単な気持ちで見るわけにいかないから、そういうところでこうちょっと気を使うし、僕らも責任感持ってやらなきゃいけないから大変だなっていうのはありますよね。あと最近ラジコンをやってる人が実写に行くっていう例が結構増えてると思うんですけどね。まあ動かし方とかなんとなくやり方は、まあラジコンの人たちだってね分かるんでしょうね。その人たちがだって意外と活躍してる人だっているし、まあ高台とか、そうだしね、田野もそうだけどね、いろいろ結構みんなラジコン上がりじゃないですか。田野裕樹もそうだし、だからまあそうやってね、パッと多分乗れちゃうんですよね、今は。乗ると 3D で見えるんですかね。見えるんですよね、多分ね。で今シミュレーターとかでやるじゃないですか。やりますやります。結局それで運転できちゃうわけじゃないですか。だってそれで急に実写運転して運転できちゃうわけだから、僕らなんか散々タイヤ使ってガソリン使って車ぶっ潰して、山行ってみたいな練習してみたいなことをしたけど、ね、今彼らはそれをね簡単に家でできちゃうから、ラジコンやってる子たちもやっぱりこう簡単にイメージがもうできてるから、頭で。今までねラジコンって外から物体を見て運転してるけど、今度自分が中乗れば、こんな感じかな、こんな感じっていうのは分かるんですよ。であとは体が勝手に覚えれば、すぐできちゃう。僕らもやっぱ体で覚えるから、だけどその体がすぐね覚えるんでしょうね、彼らは。なんですかね。だって僕らだってね、サッカーにしたって野球にしたってそうだけど、まずは体でね覚えるしかないからね、走り方なんて。だけど彼らはこう座ってこうやってできちゃうんですよね。それがすごいなと思います。すごい時代ですね。すごい時代。やばいっすよね。そんな子たちがだって日本一になっちゃうんだから、恐ろしいですからね。僕らは散々苦労してガソリン使ったのに彼らは電気代だけでさでもシム買わなきゃいけないですから。本当ね、すごい時代ですよね。まあだけどね、そうやっていろんな子たちにチャンスがいっぱい逆に言うとできてるわけだから、まあね今の時代をねうまくこう利用してね、いい意味でね、
利用しながらこうやってってくれれば、そうですね、どんどんね、いろんな若い子たちが出てくるし、ラジコン上がりのドライバーたちがね、本当にね、ドリフトの大会で優勝するときって、もう別に現実的にね、可能なことだから、どんどんチャレンジしてほしいと思います。そうですよね、ラジコンでいっぱい影響を受けた人が上に行って、洋一さんの審査を受けてもらうと。そう、今度はね、ラジコンから実写になったってね、で RCDC でね、優勝したやつが、ね、実写の方に来て、シリーズチャンピオン取るだって面白いことじゃないですか。面白いですよね。それもね、ゼロの話じゃん。そうですよね。ゼロの話じゃないから、ぜひね、そういうの待ってます。ありがとうございました。よろしくお願いします。